Okay, today's title, Do you wish that indeed? Here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic is それは本当の願望ですかです。ちょこちゃんお願いします。はい、お願いします。はい。願望とか、欲望？願望と欲望ってちょっと違うのか、これは願望なのか欲望なのかって考えることってありますか？願望なのか欲望なのか、考えるかと言われたら考えてないですね。なんか自分が本当にどうしたいのかわからなくなってきちゃうケースのそれは一つなんだけど、今度は、いろんなその欲望なり願望なりが上がってくるんだけど、なんかこれって本当なのかなみたいなことって思ったりするかもしれないんだけど、その見極め方みたいな感じ、についてちょっと話したいなと思うんだけど、例えば本当じゃない場合どんな状態になるかっていうと、なんかね、こう追われてる感というか、せかされてる感の時に上がってくる願望、なんか早くやらなくちゃとか、っていう時は本当の願望ではないと私は思っていて、本当に自分から湧き上がってくる願望ってね、すごい静かで落ち着いていて穏やかで、こう深いところからこう上がってくるような感じなんですよね。なのでせかされてる感でこう追い立てられてる感から、なんかこれかもみたいなせわしない感じで上がってくる願望の時は、大抵外側の何かの刺激とか影響による自分のものではないところでこう湧き立てられているものっていうふうに捉えると分かりやすいと思うんですけど、そういうことってあります？なんかあまりない？今はないですけど、でも過去、その通訳を自動車業界でやっていた時は、もともとそこの業界の内容っていうかを極めたいわけではなかったんですよね、入った時からね。自分の興味がある分野はそこではないのは最初から分かってたんですけど、なんか中に入ったらいろんな人がいて、フリーランスでいろんな長く経験している人とかいろいろ見ているうちに、なんかその人たちが言うようにフリーランスになることがなんか次のステップだとか、なんかその業界でなんか頑張ることがなんか正しいことみたいな感覚とか、なんかみんながそういうもんだから、それはそうですね、その業界にいるからね。そうだよね。で、なんか頑張ってた時ありましたね。私だったらね、ヨガのインストラクターやってる時に、ヨガの世界ではなんか特に私がやってたのってアシュタンガヨガっていうヨガだったから、ケン・ハラクマ先生から私は習ってたんだけど、アシュタンガヨガやってるなら、なんていうの、インドの聖地には行くべきだとかさ、グルっていうケン先生のさらに先生っていうのがいらっしゃって、そこに行かなかったらなんか、アシュタンガヨガをなんかこう極めてる人にはならないとかさ、っていうなんかせかされ感があるんですよ。謎のっていうか、でもその世界ではそれがなんかある意味当たり前っていうか、そこ行かなかったらちょっとあれだよねみたいな。でもなんかせかされたけど私もちょっと、でもよーく自分の願望を聞いてみると、別にインドに
行ってそこでその先生の先生から学びたいとは全然思わないし、うん、自分は自分の目の前にいる先生が良くてこれを選んだんだから、別にインドにも行かなくていいし、そこに行かないとダメだよねって言われても、なんかやっぱり私の願望じゃなくて周りの願望にせかされているみたいなね。うん、うん、で、結局、だからやっぱり自分のその湧き上がってくる願望はそれを望んでなかったから、うん、私はそれをチョイスはしなかったんだけど、うん、でもそんな感じで、なんかこう、その業界ならではのなんかせかされ感ってあるよね。あります、あります。何なんでしょうね、あれね。なんかこなんだみんなもあるかろなと思って、こう。あ、れをちょっあるとと今日知思います。ってて。こうすべきだよねとか、これは当然でしょみたいな。うん、うん、いろんな、例えばママ友の世界ではこれが当然だよねとかさ。うん。なんかこう、あとは、今は流行りではないけど、一時流行った、やっぱ自分で起業しないと自分らしく生きれないよねみたいなさ、うんうん。やつとか、なんかちょっと煽られてるのか、せかされてるのかわかんないんだけど、うん。こう自分がそうしたいからそうしてるわけじゃなくて、うん。起業しないとダメなんじゃないかとかね。うん。なんかそんな感じに、こう追い立てられてる状態で上がってくる願望に、こういつも振り回されちゃうと、いつまで経っても自分の内側から静かに溢れてくる願望に気づけないよねっていう感じなんですよね。うんうん。で、この情報に振り回されていて、誰の願望なのかもはや分かんなくなっちゃってる人って多いのかなと思っちゃって。うんうん。じゃあなんで自分の本当の願望の方の声を聞いた方がいいのかというと、そちらの方が自分の今回の、なんて言うんだろうな、この命っていうか、生まれてきて、生かされていて、この場にいて、その本当の自分の深いところからの願望を実現しにここに存在してるので、やっぱり素直にそっちを選んでいった方が、あの、自分のスピリット的にも、なんていうのかな、うん。それを選んでほしいからね。うん。うん。だから、そういう、そちらの道に進んでいけばいくほど、うーん、本来の自分の、その、持ってるエッセンスが生かされるっていう感じになるからってことなんですよね。うんうん。うん。だけど、その、外の情報とか、周りの影響とかの、自分の願望ではない、せかされたような感じの願望ばかりをチョイスしてしまうと、やっぱり、なんかやっぱちょっと違うよねとか、うん。結局、なんかもう一度元の場所に戻ってくるみたいなことになりやすかったりするから、はい。で、それをなんかこう、何回も何回も繰り返しちゃったら、それはそれで悪くはないですよ。意味がないことはこの世界にはないと思うので。うん。なんだけど、なんか毎回外のせかされてる願望に毎度毎度なんか振り回されて、うん。なんかやっぱ違うよねって言ってまた自分に返ってくるっていうのは、もしそれをなんか何度も繰り返しちゃってるなって思ってる人がいたら、ちょっとそろそろもう外のその自分の願望じゃないせかされてるようなもので動かされてるところから卒業したらどうだろうかなっていうふうに思ったんですよね。うん。で、それをこう自分の深いところから静かに溢れてくる願望って、じゃあどうやってキャッチするのっていう話になってくるんだけど、はい。どうやってキャッチします？どうやってキャッチできるようになってきました？純子ちゃんだったら。ぼーっとするあとか？ーどうかな。でも、もともと知っていた部分もあったような感じがするんですよね。うん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 。うん。
その中に入ってからちょっと惑わされちゃうのかな。そう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 。ノイズが増えれば増えるほど、なんかちょっとよくわからなくなったり、そっちの流れに一緒になって乗ってったりすることがあったような気がしますけどね。ああ、そうだよね。で、だんだん最初にチョイスしたのは多分間違いなく自分の願望なんだけど、その中にあるいろんなノイズでどんどんちょっとずれてっちゃったりするのかもしれないよね。そうですね。なのでこう願望って小さいことから大きなことまで全て自分の願望じゃない？例えば何食べようかなとかさ、今日はゆっくりしたいなとか、今日はゴロゴロしてたいなとか、そういう一つ一つもその願望なんだけど、例えば自分がこれだと思う願望に出会っちゃうと、なんかダラダラしちゃダメとかさ、なんていうのかな、早くその願望を達成しようとして今度せかされてる状態になっちゃうのかなと思うんですよね。だけどその自分の純粋な本当の願望に出会ったとしても、なんかその純粋さを純粋のまま保っていくことをちょっと大切にしていくと、もっともっとなんていうのかな、せかされてそれをどうにかしなきゃっていう願望になって濁らないようにしていくと、なんか素直に育っていくのかなっていうふうには感じるんだけど。だけどなんか多くの人が、相談でもありがちな、やっぱり初めこれだと思ってやってるんだけど、だんだんそれにせかされたり煽られたりして、その純粋さが失われていくと、それそのものが嫌になっていっちゃったりなんかして、自分の願望すら、なんていうのかな、なんか好きじゃないのかもしれないみたいなところまで行っちゃうケースってあるなと思って。なので、この自分の本当の願望が濁らないように、もしくは最初からこれって本当に自分の願望なのかなってことを問いかけるような、やっぱり時間をなんか日々やっぱり持ち続けるっていうのが大切なのかなって私は思うんですけど、どうですかね。そうですね。本当にそうだと思います。なんかその、例えば自動車業界強くしたのも、それもやりたいという部分もあったんですよね。そこで学べることがあることをしてたから。で、実際ある時ぐらいまではすごい楽しかったし、そこで学べるいろんなこと、ビジネス業界の用語だったりとか、その最初の目的となんかずれ始めてから苦しくなったような気がするんですよね。そっか。そのステップの一つとして、そこでなんか吸収できるものを吸収したいと思った目的から、なんかその中の周りの人がなんか上に行けば行くほどなんかすごいみたいな感じで、なんかもっと上に行かなきゃみたいな、なんかやり始めてから多分ちょっと違くなってきた気がするので、この日常的な自分の声を聞くこと、っていうことがきっと大切なのかなって思います。そうですよね。でもやっぱり今ジョーコちゃんが喋ってくれたみたいに、やっぱこう周りのそういう例えばみんなが上へってやってる時ってさ、なんか自分もそうしなきゃいけないんじゃないかなってやっぱ思わされちゃうとこあるよね。でもそう、さっき話していて思ったんですけど、よーく目を凝らしてみると、そうじゃない人もいたんですよ。自分でしょがなんか上昇志向の人の声をなんか知らない拾ってたけど、そうではなく、自分はメインの活動、個人でやってる方とかいて、で、そのプロジェクトとプロジェクトの合間にちょっとお小遣い稼ぎに、もともと理系だから、エンジニアの話がそんなに苦じゃないし、英語ももともと堪能でって感じで、アルバイトでフリーで来てることとかも、うまく利用している方はよく目を凝らせばいたのに、そちらにはあんま
なんか目が向かなかっただけだなとも思いますけどね。なんか全員がそうしてるようにしか見えなかったりしちゃうんだよね。そうそう。そうだから上昇志向がいいとか悪いとかっていうよりも、自分が純粋にそれを楽しめてる場合は全然よくて、純粋なる願望だから。でもなんかこう周りが全員そうしている感じがするから、自分も登らないとと思うと、やっぱりちょっとこう外側の願望になんか巻き込まれるような感じになってしまうと思うから、よくだから本当よく目を凝らして、この状況で私は何を望んでるんだっけってやっぱ常に、自分に戻ってくるようにしていくと、大きく自分の大切な場所からはずれないと思うので、ぜひそんな風に全ての状況の中でどうしたいのかっていうのをやっぱり見つけてほしいなっていうふうに思います。はい。はい。今日はこの願望、本当の願望なのかなっていうことをぜひ自分に聞いてみてくださると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.